時は江戸時代の宝暦。創業してから早269年、毎日つきたてのお餅をご提供しております。愛媛は今治、お餅といったらアワビ屋餅店。私源も大好物でございます。さて皆さんこんばんは。今夜もまた夜には刺激的すぎるお料理番組をお送りします。今回作っていくものは喫茶店の神の王様ともいえるプリン。一口含めばそこにはチルな時間が広がること間違いなしですね。こんなスイーツがお家で食べられたら。奥さん、もしかしてそう思ったんじゃないですか？ご安心を。今日はお家でも簡単に作れちゃうレシピをご案内いたします。それではまずカラメルを作っていきましょう。お砂糖を熱で加えて焦がすことで豊かな香りを演出する作業であり、甘ったるい茶碗蒸しもどきであるプリンを極上のスイーツに仕立てる、いわば影の主役といったところでしょうか。小鍋にグラニュー糖を入れたらお水をちょいと足し、ゆっくりゆっくり熱を加えていきます。お砂糖は温度が上がりやすいですから、少し茶色くなり始めたらあっという間に真っ黒になり、お宅の火災報知器が鳴ること間違いなしですからね。程よく色づきましたら、濡れ布巾の上に乗せて粗熱を取り、さらに固まらないよう足し水を注ぎます。こちらにつきましてはお湯でやった方が跳ねませんが、私は跳ねた方がテンション爆上がりでございますので、お水で行います。このようにとろみがついたら完成ですね。あとは器に注ぎ冷蔵庫で冷やしておきましょう。皆さんはお好きなスイーツはございますか？ご希望がございましたらお便りいただければこちらで制作を検討いたします。次はオムライスなんかもありじゃないかなと思っておりますけれども、マヨネーズにプリンと卵続きでございますので、クソガキランチ、いやお子様ランチなんかもいいなと思っております。お次はプリンの黄色い部分を作っていきます。まずは先ほどのお鍋に牛乳を注いじゃいます。カラメルも甘みとしてご一緒に混ぜ混ぜしちゃいましょう。そこへお砂糖とバニラのエッセンスを加え香り付けをしていきます。キンマン科の方々はバニラビーンズを使用するとより芳醇な香りを楽しめますよ。牛乳は沸騰する直前まで温めたら粗熱を取っていきましょう。摂氏60以上でございますと卵と混ぜた時固まっちゃいますからね。噂をしていれば卵のご登場です。全卵5つに卵黄4つ。黄色いプリンを作るため卵黄はやや多めに加えておりますが、固めプリンを作る場合は全卵で作るとうまく仕上がりますよ。余った白身は貴重なタンパク源ですから飲んじゃいましょう。そのままでは飲みづらい方は先ほどのバニラエッセンスを加えると喉を通りやすくなりますよ。こちらの配合につきましてはマッスル北村様の動画をご参照くださいませ。卵はお砂糖を加えたら泡立てないようよく混ぜ、先ほどの牛乳を加えていきます。あとはほどほどに混ぜ、口当たりを滑らかに仕上げるため裏ごししていきます。さて、それではカラメルを入れたカップにプリン液を注いでいきます。今、めちゃくちゃこぼしてるじゃんと思ったでしょう。私も思いましたよ。それと表面の泡をバーナーで炙って消しちゃいましょう。一家に一台岩谷のバーナー、あって損はなし。はい副将。一家に一台岩谷のバーナーあって損はなし。あとはアルミホイルをかぶせ、150度のオーブンで30分程度焼いていきます。この際お湯を張っておくと温度が上がりすぎず、プリンにチーズのような穴、いわゆる巣が入るのを防ぐことができます。さて、こちらが焼き上がり、冷蔵庫で2時間程度冷やしたものになります。若干巣が入っておりますが、まあいいでしょうこれぐらい。胃袋入ってしまえば同じです。この状態ですとカラメルが固まっている場合がございますので、カセットコンロでちょいと温めてみます。
良い子の皆さんは直火はやめましょうね。あとは皿をかぶせてひょいと裏返せば、ほらこの通り。仕上げにホイップクリームですね。プリンが固めのため、こちらもバリカタで仕上げます。よく冷やした生クリームにお砂糖を加えたら素早く混ぜていきましょう。はい、これくらいの硬さになりましたら頃合いです。あとはたっぷりプリンの上にかければ完成でございます。いやー、この大きなプリンを独り占めできるとなると、たまりませんな。もう口がパンパンになるまで詰め込みたいものです。それからサテンのプリンといったらコーヒー。そろそろ夏も終わり、秋が見えてきたのでホットコーヒーなんかもいいんじゃないでしょうか。それでは食べていきましょう。見てください、この硬さ。素晴らしい密度。もはや歯ごたえすらございます。私はやはりこういうプリンプリンしたプリンがプリンでございますね。近頃の前衛的なデパートで販売されているとろけるようなプリンもまたおつなものではございますが、プリンという名前でなくてもいいのかなとは思ってしまう今日この頃でございます。この番組は、今治と言ったらこのお餅、アワビ屋餅店と、出身はベーリング海、自宅は新橋ガード下、YouTube チャンネル、もへじの提供でお送りしました。なんで道路だけのトンネルなのかと、ネットではどれだけ調べてもアクアラインは最初から道路だけの計画だったという解説が多いです。しかし真実は違います。東京湾アクアラインはもともと千葉や水戸に向かう鉄道と道路の横断計画だったのです。それがなぜ道路専用となったのか、そしてなぜ割引されて800円、ちゃんと払うと片道3000円もする高速道路となったのか。交通土木建築関係を解説するチャンネルもへじが見られるのは YouTube だけ。なんと今なら永年無料でご利用いただけます。